休日、俺は別人になる。見た目をすっかり変えると、中身もまるで別人格になったかのように振る舞える。そんなダメダメな自分から解放される日を意識的に作ることによって、なんとか仕事をしなければならない日を乗り越えてきた。お前は本当に仕事ができないな。高校を中退してからアルバイトを転々としている間、何度も言われてきた言葉だった。18歳を過ぎてコンビニバイトをクビになったタイミングで、両親が俺を合宿に押し込めたので、なんとか運転免許は取得できた。高卒という肩書きもないので、雇ってもらえる場所も限られてくる。将来的にニートになるのを阻止するためにも、普通免許ぐらい持っていないという焦りがあったのかもしれない。晴れて免許証を手にした俺に、両親は取得にかかった費用は自分で働いて返すように命じた。無料だと思っていたオンラインゲームで知らぬうちに何かを踏んでしまって、いつの間にか課金済み表記になり、料金を請求された気分だった。親は俺の自主性に任せてだらだらと無目的にフリーターをさせていても、そのうち腐っていくと危惧したのだろう。確かに金を稼ぐための目標があった方が仕事を続けるモチベーションにはなる。親への借金をそろそろ返し終えるかなと思い始めた居酒屋バイト中、転機が訪れた。常連客である運送会社の社長から声をかけてもらい、社員として入社することになったのだ。社長は社会適合者としての規定ルートから外れてしまった俺みたいなやつにも寛容だった。慢性的なドライバー不足解消のため採用されたのだが、果たして俺に務まるのだろうか。荷物の上げ下ろしなどの雑用係をしながらドライバーとしての訓練をした。田舎なので会社専用の駐車スペースであるトラック基地は広い。社長はそこで練習するといいと言ってくれて、空き時間を見つけては待機しているトラックに乗った。普通免許で運転できる小型トラックとはいえ、2トンもある乗り物を自在に操るのは苦労した。でも社長は常に励ましてくれたし、先輩の大沼さんも時間を見つけては熱心に指導してくれた。いつしか俺はこの人たちの期待に応えられるようになりたいと思うようになった。最初は先輩が助手席に同乗してくれて、公道を走るのに慣れていった。ある程度合格ラインと判断してもらえて、一人で配送を任された時は嬉しかったけど、とても不安だった。案の定、ルートを間違えて大幅に時間をロスしてしまったり、車幅感覚をつかむのが下手なのか、電柱にすってしまったりでミスを連発。平均身長よりも背が低いので、トラックに乗ると子供が運転しているように見えるとからかわれることもある。常に仕事関係者にはしっかり挨拶することを心がけているが、高校中退の中卒という負い目や外見的なコンプレックスもあるためか、人付き合いも苦手だ。先輩たちは取引先の方から草野球や飲みの席に誘われたりと可愛がってもらっている印象があるが、自分はうまくコミュニケーションが取れていないと感じる。運転センスと営業能力の両方を考えてもトラックドライバーに向いていないのではないかと悩む毎日。だけど、そんな俺を社長や先輩は見放さなかった。ミスをしても経験を積んでいけばいいと言ってくれて、これほど人間関係に恵まれている職場は初めてだった。大手と比べると給料は少ないのかもしれないが、フォークリフト運転技能者免許も会社負担で取得させてくれたし、単なる雇用関係を超えた真心を感じた。
いつか会社の役に立てる人間になりたいと思い、人生で初めて一生懸命という感情を覚えて仕事を頑張っていた。うちの会社の一番の取引先は、地域に根付いて複数店舗チェーン展開しているスーパーマーケットだ。商品搬入の配送を委託されていて、長年懇意にしてもらっているようだった。しかし、この度ネットスーパーを導入することが決まり、参入してきた中堅運送会社にその座を奪われてしまう。うちの会社より規模が大きくて、ドライバーの数を揃えられる運送会社に客を取られた形となったのだ。ネットスーパーの配送と普段の商品搬入も同じ運送会社の方が利便性が高いと判断されて、うちの会社が切られるなんて。信頼と実績に加えて義理と人情でつながっていると思っていたのに、と社長はひどく落ち込んだ。毎日稼働していたうちの会社にとっての大手取引先を失うことは、倒産の危機に陥ることを意味している。そのスーパーの本店への配送を主に担当していたのは俺だった。大通りだけを通って配送できるので、運転センスが良くない俺でもミスが発生しづらいルートだからだ。俺がもう少しコミュニケーション上手で店長に気に入られていたら、契約を切られるという事態は防げたのではないかと悶々と悩んだ。数週間後、菓子の新発売イベントの開催を大々的に宣伝したそのスーパーのチラシが新聞折り込みで入ってきた。浮かれた広告を見て苦々しい気持ちになる。社長をはじめ、普段ドライバーをしているスーパー担当者だった先輩たちも、新規取引先獲得のため外回り営業へ出かけていて不在だった。営業向きではない俺は事務所に残って、病欠の事務員の代わりに電話番をしていた。相変わらず役立たずな自分に対しての自己嫌悪が余計にイライラを募らせる。その時、事務所に一本の電話が入った。あのスーパーの本店の店長からだった。チラシで広告を打った新商品が運送会社のミスで入荷していないので、お宅の会社で独自に確保できないかという相談だった。うちの会社から取引先を奪った中堅運送会社は、運送屋としてはプロかもしれないが、食品の物流には精通していなかったようだ。仕入れ先との連携がうまくいかずに発注ミスが起こってしまったらしい。俺は急いで社長に連絡を入れ、その旨を報告した。社長の指示で同僚たちも手分けして心当たりのある問屋を回り、商品確保に努めることになった。こんな時、俺は何をすべきか。チラシを見るとイベント開始時刻が近づいている。急いで着替え、通勤で使用しているスクーターに乗って現地に向かった。俺の格好を見てすれ違う人が指をさして笑うのが恥ずかしかったけど、今はなりふり構っていられない。俺が現地に到着した時には、まだ商品が搬入されていないようで、店頭に置かれたイベント用の棚は空のままだった。子供連れのファミリー層が多く来店していて、店員が配る風船に群がっている。人気アニメの景品付き菓子の発売を心待ちにしていた人は多いらしく、チラシを見てお客さんが殺到したのだろう。お客さんたちの不満の声があちこちで上がり、収拾がつかない状態になっていた。風船を配っている店員に声をかけ、この場でパフォーマンスしていいか確認した。店員も対応に困っていたようで快諾してくれた。ピエロの仮装をして、お面をかぶり、ジャグリングする俺に子供たちが注目する。そう。俺は得意先に
いつ飲みの席に呼ばれてもいいように宴会芸を身につけようと手品やジャグリングの腕を磨いてきた。しかし人見知りな俺にそんな機会は訪れることはなかった。虚しさを感じていた時、大道芸フェスタが開催されることを知り、度胸試しに出場したのだ。それが2年前くらいか。その時に浴びた拍手喝采を忘れられずに、それからたびたびそういう機会や場所があれば出向くようになった。家族にバレたくなかったので、衣装や道具は職場のロッカーに入れてある。ピエロの登場に子供たちは喜んでくれたので、簡単なジャグリングをいくつか披露した後、バルーンアートで時間稼ぎをした。社長や同僚たちが必ず商品を届けてくれると信じて。うちの会社の作業着を着た社長が段ボールを手に到着したのをお面越しに見つけたときは心の底からほっとした。子供の興味は次から次へとすぐ移り変わる。棚に商品が並ぶと一斉に移動していき、そちらに列を作った。時間稼ぎの役目を終えたピエロ姿の俺は、社長と店長に挨拶をしようとバックヤードに向かった。搬入口の駐車場側からお面を外して声をかけようとしたところ、二人が真剣な顔で話している最中だったので遠慮した。助かりました。実は運送会社に変更してから配送トラブルが続出していて、今日の件を受けてやっぱりお宅の会社の方がいいと再認識しました。またうちの商品搬入をお願いできないでしょうか。店長の言葉を聞いて希望の光が見えた。社長も同じように感じているらしく、何度も大きく頭を下げている。どうやら再度うちの会社と契約してくれるようだった。これで倒産の危機を脱することができると安心した。ありがとうございます。社長のずぶとい声がバックヤードに響いた。でも、あの子はうちの担当から外してよ。ネクラでボソボソと話すし、高校を中退しているようじゃないですか。目の前が真っ暗になった。この指摘は事実だから仕方ない。いくら俺自身が今の職場では気持ちを入れ替えて頑張っているつもりでも、世間から見た俺の評価はこんなものなんだ。わかりました。社長は一瞬言葉に詰まっていたが承諾した。これも仕方ない。本店の店長はこのスーパーチェーンを経営している社長の息子さんだ。だから運送会社を選択する権力も持っている。店長の機嫌を損ねて大口の取引先を失うことは倒産に直結することだと前回の件で思い知らされている。この場で俺をかばってくれと願うことなんてできない。しばらく唖然と立ち尽くしていた。我に返って自分が今している格好を思い出し、誰にも気づかれぬようこっそりその場を後にした。そして周囲をよく見回してからスクーターに乗り込んだ。子供の夢を壊してはいけないと思えるほどには冷静さを取り戻していた。涙を風に飛ばされながらスクーターを走らせる。ハンヘルをかぶった滑稽なピエロ。惨めな俺にお似合いだ。近くにある公園の駐車場に停車して事務所に電話を入れた。社長から連絡を受けたようで、同僚たちの歓喜の声が漏れ聞こえてくる。給与ができたので外出しますって、お前どこに行ってるんだよ。俺が急いで残したメモを読んだらしく、大沼さんが不思議そうに聞いてきた。こんなぐしゃぐしゃな顔を職場のみんなに見せるわけにはいかないと思い、体調不良で早退する旨を伝えた。
喜びを爆発させている面々にとってはさまつな出来事らしく、深くは追求されなかった。家に着いて部屋着に着替え、布団に潜り込んでふて寝する。やはり俺にはドライバーの仕事は向いていないと改めて実感した。翌日、これ以上お世話になった社長に迷惑をかけないためにも、自ら辞めようと辞表を手に出勤した。なぜか会社のエントランスが大騒ぎになっている。社長や同僚たちのほか、スーパーの店長までいる。そしてなぜか地元のケーブルテレビ名が書かれたジャンパーを着た人まで。俺を待ち構えていたようで取り囲まれた。お前、すごいことになってんぞ。大沼さんが興奮気味に肩を叩いてくる。ポカンとしていると彼がスマホの画面を見せてきた。昨日のスーパーでのパフォーマンスをお客さんの一人が動画投稿サイトにアップしたらしく、一気にバズったらしい。退屈するキッズの救世主、ヒーローのように現れたピエロという題名に照れくささを感じた。それはご迷惑をおかけしました。やっとのことで事情を飲み込んで、慌てて店長に謝る。いやいや、店の看板も一緒に映り込んでいて、いい宣伝になったよ。それに商品搬入までのバツ投げをしてくれていたんだろ？はい。どうやら私は君のことを勘違いしていたようだ。本当にありがとう。予想外の店長の言葉にほっとした。社長や同僚たちも褒めてくれて、こんな俺が会社の役に立てたことが嬉しかった。でも、なぜ俺の正体がバレたんだ？ピエロの仮装とお面をしていたし、社長にもピエロ姿で話しかけなかった。風船を渡していた店員も特にリアクションがなかったし、声だけで気づかれたとは考えにくい。動画投稿サイトで話題になっていたので、取材依頼をしたくて、店長にピエロさんがお知り合いか問い合わせたんですよ。ケーブルテレビのクルーの一人と思われる人が話しかけてきた。実は俺が社長と店長の魔の会話を目撃していたバックヤードで、あの後ケーブルテレビの取材があったらしい。店長のインタビューを撮影している際に、ピエロ姿の俺が映像の中に映り込んでしまっていたみたいだ。首宣告を受けて下を向いて唖然と立ち尽くした俺には、テレビクルーの存在が目に入っていなかったんだな。一般の視聴者だったら注意深く見ていないと気づかないほどの見切れ具合だけど、お面を外した間抜けなピエロ姿がそのまま放送されてしまっていたなんて。テレビ関係者から連絡を受けた店長は、録画を見てピエロの正体が俺だと気づいた。そして、君のとこのこのお手柄だとうちの社長に連絡を入れてくれたらしい。ありがとう。お前がバツ投げをしてくれていなかったら、商品を搬入してもイベント失敗の悪い印象が尾を引いて再契約につながらなかったかもしれない。我が社にとってもお前は救世主だよ。社長の温かい言葉に思わず涙がこぼれた。後日、俺は改めて大道芸人としてケーブルテレビの取材を受けることになった。放送後、テレビ局にはショーの出演やイベントへの派遣依頼を含む問い合わせが殺到したらしい。イメージキャラクターであるゆるキャラの中の人も兼任することを条件に、ケーブルテレビの事務局がマネジメントを請け負ってくれることになった。いわば所属芸人的立場というわけだ。中の人は背の低い俺にはうってつけだった。人見知りな俺は仮装をしたりお面をかぶったりして素顔を隠した方が
逆に自分らしくいられるし、みんなを笑顔にすることができるようだ。オファーがあるうちは今の仕事を精一杯やれ。仕事がなくなった時はまたうちに戻ってくればいいさ。社長はいざとなれば帰れる場所がある安心感を添えて背中を押してくれた。正直ドライバーより今の仕事の方が向いていると思う。社長のありがたい言葉に甘えることがないよう自分の腕を磨き続けて、芸人としてより高みを目指していこうという決意を新たにした。